こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。今夜の物語は空から落ちてきた不思議な子供のお話です。それでは聞いてください。雷の子。昔昔、山の近くの小さな村に一人の男の子が住んでいました。夏のある日です。空に黒い雲が広がりました。風が強くなりました。そして大粒の雨がざーっと降ってきました。ゴロゴロピカと雷も鳴りました。雨が止んだ後、男の子は林の方から鳴き声を聞きました。木の下には小さな子供が一人座っていました。頭には小さな角がありました。君は誰？その子は涙を拭いて言いました。僕は雷棒。空から落ちちゃったの。男の子はびっくりしました。でも雷棒は怖く見えませんでした。足には赤いすり傷がありました。男の子は言いました。足が痛いの？僕の家へおいでよ。家に帰ると
薬を塗ってもらいました。温かいおにぎりも食べました。すると、雷棒が言いました。僕、雨を呼ぶ石をなくしちゃったんだ。それがないと雨を降らせられないの。男の子は言いました。じゃあ、僕が探してあげるよ。その夜、雷棒は男の子の家で休みました。次の日、二人は林や畑で石を探しました。すると、草の間から小さく光る石が見えました。これだよ。雷棒は嬉しそうに石を握りました。その日の夕方、空の上で大きな音が鳴りました。ゴロゴロゴロ。お父さんだ。外へ出ると、黒い雲の上に大きな雷様が立っていました。人間の子よ、うちの子を助けてくれてありがとう。雷棒は空へ帰る前に言いました。ありがとう。また会おうね。そして雲に乗って空へ帰って行きました。それから何日も雨が降りませんでした。畑の土はカラカラになりました。
野菜も元気をなくしました。男の子が空を見上げると、黒い雲が村の上にやってきました。すると、優しい雨が静かに降り始めました。男の子が空を見ると、雲の上に雷棒がいました。雷棒はニコッと笑って手を振っていました。次の朝、家の前に小さな石が置いてありました。雲の形をした青く光る石でした。男の子はその石を大切にしたそうです。おしまい。皆さんは雷棒をどう思いましたか？よかったらコメントで聞かせてくださいね。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。いい夢を。